さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な日本語、自然な話し方、自然な速さで話します。トランスクリプトを無料で公開しておりますので、ぜひ私のウェブサイトからご覧ください。そして、YouTube メンバーシップをやっておりまして、メンバーシップになりますと、このエピソードで出てきた新しい言葉を勉強できたりとか、いろいろコンテンツがありますので、日本の最新ニュースの解説を聞けたりとか、いろいろありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。そして会話教材、リアル日本語会話教材を発売中ですので、ぜひ会話練習も本当のリアルな日本語、もう教科書を卒業したリアルな日本語を勉強したい方、ぜひこちらも私のウェブサイトで発売しておりますので、チェックしてみてください。はい。夏です。気づけば夏。今7月の18日です。今日は土曜日。夏です。てか7月も18日後半やばすぎ。やばいって。この間なんか、6月終わるねみたいな話してた気がするんだけどさ、いつ7月の18日も進んだのって思うんですけど、はい。まあ今年も半分終わったよね。2026年。この半年間皆さんどうだったかなね。はい。私はこのチャンネルを作って6年になりまして、6月で。皆さんいつもありがとう。6年も続けるなんて思っていなかった。ねえ、6年も続けられたのはね、いつも応援してくれるみんなのおかげなんです、本当に。まあ6年と言わずね、10年、20年、50年、100年と続けて死んでる、さすがに。ね。はい。まあ、その話はさておき、まあその夏が始まって、個人的にやっぱり夏が始まったっていう、その梅雨が終わって夏が始まったという合図がね、個人的にね、正式にじゃないんだけど別に個人的にありまして、それはセミの鳴き声が聞こえたらもう夏の始まりなんですよ。梅雨の終わり、セミの始まりじゃないよね。セミじゃねえ。梅雨の終わり、夏の始まりはセミの鳴き声なんですね。ミーンミ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 ンってね。セミがいる国といない国がね、あると思うんですけど、日本はね、夏になるともうセミの声がものすごいのね。うちの近くの公園とかももうセミのね、鳴き声がすごくて、窓を開けたら、ある日突然セミの声が聞こえて、梅雨が明けた夏だみたいなね、気持ちになりましたという。はい。まあなんか最近まだちょっと雨が結構降ったりとか、まあ台風の影響があって、まあ天気は不安定なんですけど、もうね、もうエアコンはつけっぱなしの暑い夏がやってきて、今日は近所でね、私は今埼玉県に住んでるんですけど、近所でね、夏祭り、神社で夏祭りがあるらしくて、今日と明日。なんか祭りと町が合わさっちゃったみたいな。松はって言ってたけど、町は賑わっております。はい。夏祭りシーズンで、子供たちはもう、あれだよね。今日から多分夏休みとかなんだよね、多分。いいなぁ、夏休みとかね。夏休み欲しい。みんな夏休み何すんだろうね、今年の夏ね。海行ったり、プール行ったり、キャンプしたり、キャンプ暑いか。バーベキューしたり、花火大会見たりとか、いろいろすんのかな。はい。まあいろいろね、やっぱ夏のイベントっていうのは日本がたくさんありますので、みんなね、楽しんでね、夏をね。まあでも、クソ暑いんで、熱中症には気をつけてください。私もついに、日傘を買いました。はい。黒い日傘をユニクロで、なんか2000円ぐらいで売ってたんで、買いました。はい。まあ、日傘って言うとさ、やっぱみんなダッサって思うでしょ夏の傘差してるの、ダッサって思うじゃん。女の子っぽいって感じね。
特に男性は絶対嫌だっていう人結構多いと思うんだけど、この傘はですね、日焼けを防止するためだけじゃないんですね。もう最近はなんか日焼けとかじゃなくて、もう直射日光、直接日光、太陽が当たるこの直射日光を避けるために、傘を、男の人でも、女の人でも傘を使う人が多いです。通勤する時とか通学する時とか、もう通勤の10分15分で普通に熱中症症状出てきちゃうんですよ。暑すぎて。もう頭が熱いからすごく。だからそれを防ぐために、帽子よりもやっぱ傘の方が、なんか守られてる。今実際に私傘使ってますけど、全然違いますね。うん。ダサいとかね、思ったりもすると思うし、やだ、めんどくさいって思ったりもすると思うんだけど、命大事にって感じで、日傘おすすめです。はい。黒い日傘ユニクロで売ってるんで、はい。男性ももちろん使えるんでね。めっちゃいいと思う。てか、マジで、熱中症対策ちゃんとした方がいい。日焼けとかの話じゃなくなってきてるんでね、最近ね。はい。ということで、今日はですね、引っ越しの話みたいな、お前引っ越ししたのだいぶ前だろってね、ツッコミが入ってくると思うんですけど、その通りでですね、私引っ越ししてもう半年以上経過してるんですね。今更みたいな。ね、みたいな。でも引っ越しの話を、ふと思い出したので、今日は、どんなことが大変だったとか、どんな感じだったみたいな話をね、皆さんにしたいと思います。はい。そう、私が引っ越し活動引っ越し活動って何引っ越しの活動引っ越し活動か。を始めたのは11月なんですよ、去年の。10月にフランスにから帰ってきて、11月に引っ越しの家探しを始めて、実際に引っ越したのは12月から1月にかけてっていう。少しずつ荷物を動かして、なんか家にはもう契約しても本当に1週間後ぐらいに入れるから、入れるんだけど、いろいろ事情があって、少しずつ引っ越して、引っ越しが完了したのは、1月の中旬っていう感じでしたね。私の彼氏がフランスから、来日するのと同じ日に、すべての引っ越しを完了させたっていう感じで、割と長くかかったんですね。そう。で、埼玉県をね、選んだ理由はですね、私はもともと東京出身なんだけど、私の彼氏の仕事が、東京なんだけど埼玉に近い。なんか、電車とかがその埼玉と一直線だったっていうのもあるし、私はどこにでも仕事ができる幸いね。家で仕事をするタイプなんで、どこにでもいいし、東京はもう嫌だ。なんか人多すぎみたいな部分もあるし、あとはシンプルに東京のね、家の値段がものすごく高いので、もう家賃もものすごく高いので、ちょっと、無理かもっていう部分で、埼玉に引っ越したという形になります。で、家賃高いって言ってもさ、家がないわけじゃないじゃんと思うかもしれないんだけど、今回の引っ越しでものすごく難しかった3点があるんですね。はい。ハードモードだったんですよ、今回の引っ越しは。理由は一つ目。モニャちゃん。猫がいるんですね、うちには。猫一匹。とってもよく喋る、結構近所迷惑になりがちな猫ちゃんが一匹いるんですよね。うん。で、あとは、その彼氏が外国人ということ。で、外国人であり、しかも、彼がいて、ビザを持ってる状態で家を探すんだったらまだいいんだけど、仕事も決まってない、ビザもないみたいな状況で、部屋を探さなきゃいけなくって、そう。それがちょっとね、大変だった。そして私はフリーランサーなので、信用がないんですよ。やっぱ家を借りるときって信用ってすごく大切で、その人がどれぐらい収入があるかとか、どんな会社でどんな仕事をしているのか、何年そこで働いてるのかっていう、この社会的な信用っていうのをすごい重視されるんですね。で、特にですね、もう東京なんてもう大人気エリアなので、もういい物件なんて即売り切れなんですよ。
はい。で、いい物件が、一見、なんか物件がポンって出るとするじゃん。新着物件みたいな。そしたらもう、秒で申し込みが入るのよ。スッと。で、基本的に申し込みをした順で決まるんだけど、した順の中でも、例えばなんか自分は今仕事がないですって言われたら、あなたはちょっとごめんなさい。はい、じゃあ次、みたいな。私は銀行で働いてますって言ったら、もう最高、みたいな。信用20丸、みたいな感じで決まる、みたいなね。そう。だから早く申し込んだからといって、その人が決まるとは限らなくて、審査っていうのがあるね。その審査に落ちたら、無理なんだけど、私は審査に通らないくて有名なフリーランサーなのね。フリーランサーは本当に審査に通らないし、なんか YouTube とかやってますとか言ったら、もっと通らないのよ。近所迷惑になるからね。信用がない職業。一応日本語教師だから、そこまでなんだけど、とにかくね、この猫外国人フリーランスっていうね、この3点があったので、マジで家が決まらないだろうなって覚悟してたのね。で、東京はもう諦めようと。絶対無理って思ったから、そう、埼玉県に移動したっていう形なのね。で、いろんなね、埼玉って多分いろんな駅があるんだけど、私は割と大きめな、大きめな駅で決めまして、で、結論から言うと、実はそこまで大変じゃなかったんですよ。そう。家選びは。うん。条件とかいろいろあるんですよ、もちろん。これがいいな、これがいいな、みたいな。予算はいくらまでとかね。駅から何分とかね。うん。新築がいいなとか、なんかいろいろあるんですけど、物件探しを、まずはスーモっていう物件探しサイト、めちゃめちゃ大きいサイトがあるんだけど、スーモで検索して自分の条件とか、ペットいるとか、そういろいろ条件やったら、検索結果、なんか5件。みたいな。なんか300件ぐらいあったのに、自分の条件を検索したら、検索結果5件。みたいな。少なみたいな。だから、簡単に決まったんですよ、私の家は。理由は、私が選べる選択肢がマジで少なかったからなんですね。いいのか悪いのかって感じなんですけど。はい。一番、難しいのは、ペットだったと思う。ペットだったと思う。そう。もう、ペット OK か OK じゃないかって、もう、マンションで決まってるから、サイト検索の時でこう、キュッて限られるのよ。そう。で、外国籍の人、外国人で、私の彼氏は今、ビザもない、仕事もない。仕事は途中で決まったのかな。とにかくビザもないし、今日本にいないという状況で、OK してくれる場所も少なかった。そう。パスポートがあるんですけど、パスポートでもいいですかみたいな。その審査の時にね。いや、パスポートじゃダメです、みたいな。在留カードを提示してください、みたいなことを言われて、でも在留カードまだ日本に来てないから、で、無理だね、とか、もう外国籍一切 NG ですっていうところもあったし、はい。でも、比較的ね、昔に比べると、割といいよっていうところもありつつ、だからもう猫も OK、外国籍で本人がその場にいなくても、パスポートだけでいいよって言ってくれるところが、結果として1軒しかなくて、その家しか、選べなかったっていう感じですね。そう、なんか他にね、5件ぐらい該当した、検索結果があったんだけど、5件のうち4件は一軒家だったのね。中古一軒家、駅から徒歩20分以上みたいな。なんかもう誰が住めんのみたいな。多分車がないと厳しい、結構ファミリー向けみたいな。一軒、2階建てみたいな。で、一応ね、内見に行ったの。見に行くのね。一応内見に行ったんだけど、マジで駅から遠いし、車がないと無理だし、あとなんか、エアコンがついてなかったのね。一軒家だから。自分で買ってくださいみたいなスタイルだったんだけど、リモコンじゃねえや。エアコンって
めっちゃ高いじゃん。10万、20万するじゃん。ね。で、日本は夏暑い、冬寒いだから、エアコンがないと死ぬわけよ。で、各部屋に必要じゃん。いくら飛ぶのみたいな。エアコン買えねえみたいになって。で、もう1軒しか残らず、で、それがここですね。はい。だからね、難しかったんだけど、簡単だったみたいな、よくわかんない状況になりましたね。うん。でもね、この家は私初めて見た時からここがいいって思ってたの。そう。条件めっちゃ良くて、駅から歩いて10分以内だし、えっと、なんだっけ、新築なんですよ、ここ。新築。そう、だから新しいのよ。建てたばっかりみたいな。だし、ポット。ポットじゃねえ、ペット。ペットの、ペット共用マンションっていう場所。ペット共用マンションペット共生マンションかな、共に生きるって書いて、だった気がする。そんな名前だった気がする。だからペットのために作られてるマンションだったの、ここが。犬でも猫ちゃんでも。だから散歩から帰ってきた時のワンちゃんの足の洗う場所があったりとか、部屋の中にトイレを置くスペースがあって、で、トイレのその上に換気扇、空気をきれいにする換気扇がついてたりする、あとはペットが逃げないようにするみたいな感じのマンションなのね。そう。ここじゃんみたいな。まあ、ちょっと狭い。だから、あと値段も割高なのね。埼玉でこの広さにしては、まあ、2LDK で50平米ぐらいなんだけど、この広さにしてはまあちょっと高いよねぐらいの感じではあるんだけど、文句ない。うん。もうしょうがないよねっていう感じですね。そう。で、しかもね、なんかここ、パッ、パッとだった。パッととかポットとかペット。ペイが出てこないね。パッとじゃないね。ペット。そのペットと、共生マンションっていう風に売り出してるから、ここ。多分ね、逆に人が入らなかったっぽいんだよね。だから、ここが売り出されてから、まあ、貸し出されてだね。貸し出されてから、3、4ヶ月経過してたのよ、私が見つけた時。で、まだ空室だらけで、全然埋まってなくて、新築なのに。で、駅から10分とかなのに、おかしいな、みたいな。なんか私、事故物件かなと思ったらね。新築のくせに事故物件かなと思ったの。まあ、事故物件については私、別の動画で説明しておりますので、ぜひご覧くださいね。はい。まあ、事故物件だったらどうしようって思って、ほんと不動産に、告知事項とかありますとか言って聞いちゃったぐらいなのね。そう。そう。なんだけど、多分、ペット OK って言ったから、ペットを飼ってない人が多分来なかったから、埋まらなかったっぽいんだよね。私は多分そう推測してる。で、やっぱ広さ的に考えるとちょっと割高だから、で、私みたいにペットいて、外国人の彼氏がいてフリーランサーってなると、もうどこでもいいから住みたいですってなるんだけど、ペットだけ飼ってるよみたいな人は、別にここを選ばなくても他にも割と選択肢があるから、まあ、割高物件として選ばれなかったのかなっていうのは、私の、まあ、考察、考えですけど、まあ、考察ですね。そう。だからまあ、ラッキーなことになかなかこの家が埋まらなかったから、フリーレントがついてたの。1ヶ月間の。家賃無料1ヶ月みたいな。で、日本のめんどくさい敷金、礼金っていうのがあるんだけど、敷金も普通より安くて半額とか。で、礼金も0円。なし。で、めっちゃいいじゃんと思って。まあ、家賃は割高になっちゃうけど、初期費用がめちゃめちゃ安いじゃんってなって、で、初期費用安かったら引っ越ししやすいから、で、新築だし、猫ちゃんもオッケーだし、外国人もオッケーだったから、よし、みたいな感じになりましたね。はい。で、結果住んでみて、もう本当に気に入っている。この街も気に入ってるし、
すごく日当たりがいいのね。南向きで、本当にね、ずーっと日が沈むまで太陽がずっと当たり続ける家なのね。そう。私はやっぱりずっと家にいるから、その家での過ごし方っていうのがすごく大切だから、そう。っていうことでね。うん。はい。たまにね、ちょっと窓を開けるとさ、なんか、住宅街なのよ。ものすごい夜静かなのね。本当に静かで、治安もめちゃめちゃいいんだけど、モナちゃんが夜泣くのね。窓開けられない。モナちゃん窓に向かって、にゃーとか言って泣くから、静かに。やめなさい。そう。もうなんかちょっとね、夜のね、泣き叫んじゃうみたいな。はい。でも、モニャちゃんもね、気に入ってるかな、この家。ちょっと狭いのは申し訳ないなってちょっと思うかな。だからいつまで住むかわかんないけど、次はもうちょっと広い家に引っ越したいなと思うけど、今本当に東京の家賃高いし、てか家がもうないのよ。だから友達とかもさ、普通に会社員として働いてる友達とかも引っ越そうと思っても、もういいと思った物件はすぐ売り切れちゃったりしちゃうから、もう本当に家が決まんないって言ってる子ばっかりで、そう、みんな神奈川とか千葉とか、埼玉とか、あと東京の田舎の方とかに引っ越す人が多くて、そう。マンション価格っていうか、家賃とかが上がってるのは、いろんな理由があるんだけど、円安とかの理由もあるし、物価高でもあるし、インフレもあるし、そう、日本のマンションとかアパートとかが今投資に使われてたりもするしとか、そうそうそう、いろんなね、理由が重なって今、すごく高くなってる。あとは東京が人気すぎるっていうことね。東京以外はね、割とそうでもなかったり。東京、大阪、福岡あたりは多分すごい高いんだけど。だからもうちょっとね、その猫ちゃんのマナのために、一軒家とか広い家に住みたいなとはちょっと思ってるけどね。うん。そう、だから次どこに引っ越せばいいんだよってすごい思うもんね。ないもん。もう田舎しかない。なんか田舎だったら、田舎だからペットもオッケーだし、外国人もオッケーみたいなことが、全然あるのよ。東京がものすごく厳しくて、理由はなんかペットなしでも人が来るから、ペットオッケーにしなくても全然人がすぐ申し込みに来るから、そう、とかね。はい。でね、皆さん、家探しとかするときは、だいたいその外国人向けのエージェントとかに多分行くと思うんだけど、私はそれをおすすめする。マジで。うん。いや、なんでやねんって思ったりすると思うんだよね。なんで、その外国人だからといって厳しくすんなよと思ったり、私もするんだけど、今回ね、私、まともに引っ越したのはね、初めてなのよ。一人で。全部。その彼氏は今、フランスにいたからその時。全部のことを私が一人で契約して、その契約条件とか見て説明とか受けたんだけど、めちゃくちゃややこしい。これ。これ本当にややこしいな。日本人の私でも頭がわかんなくなっちゃうぐらい、超ややこしいし、あのルール多いね、やっぱり。うん。有名だとやっぱゴミ捨てルールがあるんだけど、日本のね、ゴミ捨てルールが厳しい理由もいっぱいあって、日本は高温多湿だから、外にゴミを置いとくとすぐ腐ったり、匂いがものすごくなったり、あと汚染だよね。すごい汚くなっちゃって、衛生的にすごく悪いみたいな部分もあるし、あとカラスが大量にいるのよ。本当に。なんかちょっとでも外に置いとくと、カラスが食い散らかして、道がゴミだらけみたいでね。たまに見るんだけど、そう。だからフランス人の彼氏が見て、何これみたいな。やばみたいな。あ、カラスだねみたい
そう。で、道も狭いから日本ってすごく。なんかゴミが食い散らかされると、すごく目立つし、すごく臭いし、近所まで。だからゴミの分別とかゴミの捨て方とかって、そういう部分もあってすごく厳しいのね。特に夏場とかは注意した方がよくて。マジで臭くなるから、本当に。ね、誰だよ前日に捨てたやつみたいなね。今日燃えるゴミの日じゃねえしみたいな。誰だよくっさみたいなね。なったりよくするのでね。はい。そういうルールもあるんだけど、傷をつけてはならない、汚してはならないっていう、そのルールがものすごい細かいのね。この汚れはオッケー、この傷はダメ、みたいな。わからない、みたいな感じになって、これはね、あの、うん。その自分の国の言葉で説明してくれる人を頼った方がいいと私は思いましたね。英語でも中国語でも、ね、ベトナム語でもね、思った。で、厳しいのよ。本当に。傷もう私もさ、半年とか住んでるとさ、もう自然に傷がつくのね。うん。てか引っ越した時に、ベッドとかドンとか言って落としちゃって、傷つけたりしたんだけど、やべえみたいな。まだ引っ越して1日しか経ってないのにもう傷が、みたいなね。とか、料理とかしてるとさ、壁が汚くなったりするじゃん。そういう、通常の日常生活での汚れや傷っていうのは、大丈夫なんだって。だけど、それを超えるものっていうのは、大きな傷とか大きな汚れとか、日常生活で発生しないもの。例えばタバコはダメだね。タバコの匂いでとか、タバコで黄色くなっちゃった壁がとか、そういうのは自己負担になっちゃうのよ。引っ越すときに、その修繕費っていうのが、かかっちゃうのよね。自分で払わなきゃいけなくて。で、そのボーダーラインっていうのがすごく難しくて、私も未だによくわかってないんですよね。そう。はい。これは海外から来た人、引っ越し超大変そうってね、思いますね。もう新築に住まない方がいいかもみたいな。中古物件だったらある程度もう、年季入ってるから、バレないし、条件も緩いね。やっぱ築が浅ければ浅いほど人気物件だし、条件も厳しくなってくるから、ペットダメとかね。うん。はい。でもなんでこんなに厳しいんだという話で、私はその不動産の人にね、聞いてみたら、なんでこんなに厳しいのって聞いたら、一つ目は過去にトラブルがたくさんあったから今こうなってる。それわかるね。過去にいろんなトラブルがあって、で、基本的に日本の、家っていうのは、管理会社とか、仲介会社を間に挟んで、オーナーと直接、大家さんと直接、会って家を決めるってことはあんまりないのよ。田舎とかの方だとあるんだけど、都内はほぼなくて、そう、顔と顔を合わせちゃうことによっての発生するトラブルとか、なんか、問題とか、いろんなものがあったらしくて、過去に。だから今は真ん中にその誰か代理人を入れるのが今普通なんだけど、フランスのね、ナントで引っ越すときは、もうオーナーと直接のやり取り。連絡して、オーナーに、家を見に行きますみたいな言って、もうオーナーに直で家賃を払うみたいな感じだったんだけど、日本はそういうことはあんまりないです。うん。あるけど少ない。田舎に行けば行くほどあるかな。あと古い家とかね。うん、それはトラブルを避けるためにそうなってるようですね。はい。で、その修繕に対して、なんて言ったら、現状回復みたいな、その、傷をつけてしまったことを引っ越すときに直すみたいな、その現状の回復をさせるみたいなことがすごく厳しいだけど、日本はね。その理由は、これは私が考えた話なんだけど、日本ってめちゃめちゃ新築物件多いのよ。
地震とか、その台風とかいろんな災害があるでしょ、日本っていうのは。だからそのために家が壊れて、家を強くしなきゃいけなくて、家を建て直すっていうことを繰り返しやるわけよ。だから見て、日本に来たらわかると思うんだけど、新しい家多いじゃん。あ、新しいのこのマンションみたいな。新しいみたいなこといっぱいあると思うんだけど、だからなんか新築物件っていうのが、その当たり前のようにいっぱいあるから、その、地区がこう、なんていうの、経過していって、例えば築10年、20年になっていくと人気がなくなっていくのね、どんどん。で、みんな新築がいい、新築がいいとか言うから、その価値がすごく高いのね。その、綺麗な状態っていうのが、新しい状態っていうのにすごく価値が高くて、なんか少しでもこう傷とかが目立ってしまうと、その中古感がすごく強くなっちゃうのね。そう。誰かが住んでました跡があると、ちょっとみんな嫌がる人が結構多くて、だったらその隣の新築行った方がいいわ、みたいな。別の物件でもっといいところあったってなっちゃうから、その、できるだけこの、誰かが住んでましたよ感を減らす、その新しい状況までに回復させるっていうことが、結構その不動産としてのその物件の価値みたいなことを下げないためにすごく大切なのね、日本では。フランスで住んでた時とかって、築なんか何十年とかね、もう50年、60年とか当たり前だったけど、日本じゃもうありえない。ありえないですね。はい。地震が起きた時に怖いとかね。うん。結構あるんだよね。はい。まあもちろんね、築年数が結構ある建物の方が、そのなんか趣があってとか、雰囲気が好きっていう人ももちろんいるんだけど、そう。っていう以上でございますね。はい。私の考えた結果。だからまあ、しょうがないなっていう。もうちょっと優しくしてくれてもいいじゃんと思うけど、その、不動産業界のことを考え、不動産オーナーのことを考えると、まあ、そうせざるを得ないのかなという。その、彼らの生活のためにね。うん。まあ、やっぱ納得いかないものいっぱいあるけどね。うん。もうちょっと優しくしてくれよとか思ったりするんだけど、ペットとかもね。まあ最近はでもやっぱり、外国の人も増えたりとか、あとペットを飼う、猫ちゃんを飼う人とかもすごく増えてるから、少しずつ変わっていることはあるって、その不動産の人言ってたね。なんか昔よりは全然優しくなりましたよ、つって。うん。その、不動産のなんか規則みたいなのもあるらしくて、それも少しずつ改善されていってるらしくて。はい、以上です。だから日本の引っ越しはね、大変。うん、大変。私はこの家を気に入ってるからね、ここに住み続けたいなと思いますけど。まあもうちょっと広い家欲しいかな。はい。ということで、以上です。今日は引っ越しについてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いします。あと、なんだっけ。サニーサイドジャパニーズポッドキャストありますので、こちらもチェックしてみてください。そして、ゆうゆうさんとやっている春とゆうゆうのゲームで日本語というチャンネルもありますので、こちらもよろしくお願いします。すいません、すごい駆け端ですいませんね。今から私テレビ番組見なきゃいけないんで、今日音楽の日っていう音楽番組やってるんですよ。で、私の推しの超特急というグループが出ますので、今すぐに行かなきゃいけないんで、終わります。駆け足。個人的な。失礼いたしました。はい。ということで、皆さん、熱中症気をつけてね。はい。またね。バイバイ。